皆さんこんにちは。このペール缶2つを重ねるときにこういうものを作って実験を繰り返していたんですけれども、視聴者の方からコメントで教えていただいたものがあります。それがこちらでございます。何かと言いますと、ペール缶20リットル専用バンドということで Amazon で購入したんですけれども、このペール缶の上に蓋を置いて、でその蓋を固定するためのバンドなんですね。このペール缶の中に何か物を入れて蓋をして密閉するためのパーツらしいです。実際どういうふうに使うのかと言いますと、私の場合ですけどね、私がどういうふうに使うのかと言いますと、これロックを外して開きますよね。こうします。そしてペール缶を重ねます。こうだ。こういう形にね、ぴったりとロックできるんですよね。今まで苦労してこういうのやってましたけど、これが全て無駄になりました。これ1個あれば十分、もうぴったり固定することができます。ただ一つだけ懸念点があります。それ何かというと、この部分リベットなんですけど、これアルミなんですよね。多分アルミの融点ってだいたい650度くらい。ロケットストーブで勢いよく火を燃やすとだいたい1000度ぐらいになります。そうするとこれもしかしたら簡単に溶けちゃうかもしれません。その時にはこのリベットを外してステンレス製のリベット、ステンレスの場合は融点が1400度ぐらいですから、ステンレス製のものに変えると大丈夫かなと気はしてるんですけれども、多分ねこの軸のあたり、これもねアルミじゃないかと思うんですよね。そうするとちょっと耐久性に不安があるかなというところです。なので今回はこの耐久性を確認しつつ、実際にフィールドで使うときにロケットストーブとして実用的なものを作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。まずここに空気の取り入れ口を作ります。ここに 5W30 と書いてあるオレンジ色の四角がありますけれども、この上あたり、このあたりに大きく開けたいと思います。その前にハンドルは必要ないので、この根元から切断しておきたいと思います。次に煙突の天井部分ですけれども、半分だけ穴を開けるような形にします。ここを半分カットして90度折り曲げます。まず 20mm のホルソで穴を開けます。
今回のロケットストーブなんですけれども、この部分に特徴があります。ここね、物が置けるようになっています。何を置くのかというと、これクッカーです。今回は私が持っているスノーピークのクッカーの小さい方ね、これを持ってきてみました。これを置くと、はい、こんな感じです。とりあえずコーヒーを入れるのに小さい方のクッカーぐらいだと、ちょうど簡単にお湯が置くかなと思って、このサイズ持ってきたんですけれども、大きい方のクッカーありますよね。あれがどうだろう、これよりちょっとだけね径が大きいのでギリギリ入るかなと思います。このスノーピークのこのクッカーよりも、ここのね径小さいのありますよね。そのサイズの方が多分市販されているクッカーでは、数が多いのかなと思います。ちょうど OD 缶が中にこうすっぽり入るサイズだと思うんですけど、あれだとねもっと径が小さいのでこの部分余裕で収まります。こんな感じですね。それではね早速燃焼実験いってみたいと思います。はい、だんだんと火がついてきました。焚き付けは OK ということで、これからねちょっと太めの薪をどんどん放り込んでみたいと思います。下のねこの部分、ここ空気の取り入れ口というふうに考えていますので、ここからね薪を入れることは考えていません。薪を入れるのは上からです。上から見るとこんな感じです。どんどん塗装がね燃えてきました。そろそろクッカーを置いてお湯を沸かす準備したいと思います。
っていうかめちゃくちゃ怖いんですけど。クッカーの方がね、しんしん言い始めました。沸騰までもう一息って感じですけど、コーヒーとかお茶を入れるにはいい感じのお湯の温度じゃないかと思います。ここまで一瞬でした。塗装がね一気に燃えちゃったんで、もともと塗装を剥がしておけばこんな風にクッカーの中に灰が入るということもなかったのかなと思います。コーヒー1杯分ぐらいのお湯だとあっという間に沸くのかなと思いますね。ラーメンを作るときには多分この倍ぐらい、約 400cc ぐらいのお湯を使いますので、ラーメンだともう少し経つとお湯が沸騰するのかなという感じですね。今ね火が消えました。クッカーを乗せる部分ですけれどもこんな感じです。これ灰ではなくてこれですね。この辺り塗装が全部焼けて取れちゃってますけど、これがこれですね。でこれがこれなんです。これ、底の方に溜まってますけどね、塗装がね焼けたものがバーッと舞い上がってここに全部入ってしまいました。なのでこのね塗装をもともと剥がしておいてロケットストーブを作ると、こんなに焼けて、灰が舞い上がることもないですし、ガレージの床がねこんな風に汚れることもないということですね。それから今回の目玉、これですよね。なんだっけ、ペール缶専用バンド。この耐久性ちょっとね心配してたんですけれども、溶けてパチンと外れることはありませんでした。ちょっとねまだ熱いので手袋してね外してみたいと思います。本来ねこういう使い方をするものではありませんので、ここがねぶつかるんですよ。ここのね出っ張りにここのロックの部分がぶつかって完全開封できないんですよね。これがちょっと残念ではあるんですけど、このままねなんとかギリギリ開くので、はい外しました。溶けてる感じは全然ないですね。良かったですね。そして表側、若干ねなんか溶けかけてる感じがあるんですけれども大丈夫っぽいですね。動作の方も動作の方も問題はなさそうです。これね何回ぐらい使えるのかちょっと分かりませんけどね、つまり耐久性の方はね
テストしてみないとわからないんですけれども、とても便利なものだということが分かりました。コメントでねアドバイスくださった方、どうもありがとうございます。しばらくねこれ使ってみたいと思います。何度か使って壊れたら、その時はね対応回数をまたご報告したいと思います。はい、ということで、今回はペール缶専用バンドとクッカーを乗せて調理ができる実用的なロケットストーブの製作でした。これねあくまでも試作ですので、実用になるようにねちょっとずつ改良しながら楽しんでいきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。